どうも、かいです。僕は今、和歌山県白浜に来ています。最近はここ白浜に来ることが結構多いんですけど、今日宿泊するお宿はオーベルジュサウステラスというお宿です。1日10組限定で南紀白浜の源泉かけ流しの湯とオーベルジュということで、とっても美味しい創作料理を堪能できるお宿になってます。ここ白浜エリアでもかなり評価の高いお宿なんで楽しみですね。では早速行ってみましょう。はい、で今白浜駅に到着したわけですが、今日は新大阪駅から約2時間半ぐらいかな、それぐらいかけてやってきました。特急黒潮で1本で来ることができます。目の前、黒潮ってよく見たらこれパンダの顔のような形をしていますね。今更気づいたんかいっていう感じはありますけどね。何回ももうこの黒潮は和歌山最近よく来てるんで乗ってるんですけど、多分そうですよね。ここ白浜はパンダがいる動物園が人気があるっていうことでね。で、目の前に見えてるのが駅前ですね。外に出てお宿に向かいます。はい、駅前に出てきました。お宿へはタクシーを使ってだいたい10分ちょっとぐらいで行けると思います。路線バスでも20分から30分ぐらいで行くことができます。はい、そしてお宿に向かっていますけど、ここ白浜は関西ということで、もちろん関西の人たちには人気の観光地にはなっていますけど、東京からでも南紀白浜空港まで1時間15分程度、そして空港からこの街中がとっても近いので、意外とアクセスはいいんですよね。ぜひ関東にお住まいの人もね、ここ白浜は素晴らしいお宿たくさんあるんで来てみてくださいね。もうすぐ到着しますけど、こんな感じで坂道をぐいぐいと上に登っていった高台のところにホテルがあるんですよね。今左手に見えている建物がオーベルジュサウステラスです。はい、到着しました。目の前サウステラスと綺麗にこれ石に文字がこうやって書かれていますね。で、この目の前に見えている建物がホテルの外観になります。建物自体は結構昔からある建物なので少し古さは感じますけど、中はしっかりとリノベーションされているので綺麗に整っているみたいです。左手側が昔からある建物で、右手のところが後で新しく建てた部分でちょっと色合いが異なっているっていう感じですね。高台まで登ってきたんでね、上からの景色も結構良さそうなんで楽しみです。では入っていきます。これから宿泊するオーベルジュサウステラスは南紀白浜に2010年に開業。1日10組限定で静かでプライベートな滞在が楽しめるお宿です。南紀白浜の源泉かけ流しの温泉でリラックスできるのはもちろん、なんといっても最大の魅力はオーベルジュのホテルということで、やはりお食事です。オーベルジュというのは宿泊施設付きのレストランを意味していて、すなわち施設の主役はあくまでもお料理になります。これまでいくつかオーベルジュの宿泊施設に泊まりましたが、やはりどこもレベルがとっても高くて、人生で食べたことのないお料理でいつも驚きと感動を与えてくれます。そしてここのサウステラスはただ上質な宿泊体験を提供するだけでなく、ミッションとして人と地球を笑顔にするということを掲げています。サステナビリティの考えをもとに、地球に優しく食材選びからスタッフの働き方まで、みんなが幸せになれる持続的なホテル運営に取り組んでいる素敵なホテルです。具体的には地元の新鮮な食材を使用したお料理の提供、自然派ワイン、オーガニックワインの提供、使用する電力を実質的に 100% 再生可能エネルギー由来の電力に、プラスチック削減など、他にもこれから動画の中で人と地球を笑顔にするというミッションが感じられる瞬間があると思うんで、その辺も気にしながら楽しんでいきましょう。まずここがフロントになっていて、奥に進んでいくとこんな感じでちょっとしたショップのエリアがありますね。左上には無添加のお豆腐のオリーブオイル漬け、真ん中右手には地元の紅茶、自家製ケーキや左側にはこれまた地元和歌山の蜂蜜など、それぞれお土産にもこだわりがありますね。で、この先がラウンジのスペースになっていて、チェックイン前後、もちろん滞在中でもここのエリアでゆっくりとくつろぐことができるようになっています。目の前カウンターの席やこっちの奥の方まで広々とスペースがあって、大きなソファーもあるんでのんびりとくつろげそうですね。
そして高台ということもあって、ここからの景色も結構いい感じなんですよね。街中、そして左手には海も見えています。で、ここではなんと無料のドリンクサービスもあります。コーヒーや紅茶、オレンジ、アップル、トマトジュース、牛乳など。で、ここには新聞や雑誌も置かれていて、地元のお水、給水スポットがあるんですけど、貸し出しのタンブラーが置かれているんですよね。この辺も地球に優しい取り組みの一つですね。こっちにはマイボトルの販売もしていますし、これ面白いですね。牛乳パックから生まれた靴下。これは親会社が社内ベンチャーで牛乳パックを一部配合した糸を開発して、その素材で作った靴下が販売されているんですよね。客室には同じ素材のタオルも置かれているようです。これも人にも地球にも優しいアイテムですね。こちら砂がすべて落ちきりましたら飲み頃となっております。これが川沿い紅茶。地元和歌山の紅茶のようです。初めて飲みますね。初めてです。年越さんも初めて。でも特に大きな癖があるわけじゃなくて、すごい落ち着いた味わいで飲みやすい紅茶ですね。いやー、やっぱ到着してこの目の前に広がる青い海と空を見ながらゆっくりできる空間はやっぱいいですね。こういうラウンジがあると癒されますね。癒される。はい、ではお部屋の準備ができたので、客室がある5階にやってきました。最上階が6階なんで結構高層階になりますね。客室の種類こんな感じでいくつかあるうちの、今回泊まるのはデラックスツインという客室です。で、鍵がこんな感じであって、中入ります。はい、まず中に入ってきて、姿見がこんな感じであって、目の前リビングのスペースが広がってます。これは結構広々とした客室ですね。デラックスツイン。客室の広さが60平米ということで、リビングのソファーがまずこれめちゃくちゃでかいですね。2名までの宿泊なんで、2名だったらもう大きすぎるぐらいのね、足を伸ばすことができるスペースもありますし、奥にはもう一つ椅子があるっていう贅沢っぷり。で、白浜リゾート地なんでシンプルなデザインではありますけど、ちょっと明るめのクッションが置かれていてアクセントカラーになってますね。で、まず客室からの景色なんですけど、こっちがバルコニーがありますね。外に出てみると、これはめっちゃいい景色じゃないですか。こっち左手に大海原が広がっていて、こっち側が西側になりますね。サンセットの景色も、この目の前ちょっと今日雲が多いですけどね、雲がなくなれば見ることができるかもしれません。こっちが今見えてる方面が、和歌山市の方面と言えばいいのかな。天気が良ければどうなんだろう、淡路島とか、淡路島はさすがに見えないか。こっちの左手側に四国の方も見えると思いますね。徳島県かな。やっぱり高台にあるので、ちょっと高さが出て、ずっと奥の方まで海の景色が見えるっていうのはいいですね。で、こっち側右手が、ちょっとズームしてみますけど、ここの間が白良浜海水浴場ですね。おそらく夏の始まりでたくさんの人が海水浴楽しんでるのが見えてます。こんな感じで和歌山は海もあって雄大な山々も奥の方にたくさん見えていて、日本らしい素晴らしい景色を見ることができる県ですよね。で、戻ってきて、ここセンターテーブルになんかちょこんと置かれているんですけどね、これ何かわかりますかね。真ん中に可愛らしく、ここどんぐりなんですけどね、こうやって客室の中でどんぐりを一緒に育てましょうっていう取り組みもやっているんですよね。書いてますけど、どんぐりを育てて山に返す活動にご協力くださいっていう風にね、この雄大な自然があるおかげで、僕ら人間は、ここのお宿だったらオーベルジュなんでね、様々な食材の恩恵を受けているっていうことで、こういう自然を大切にする取り組みをお宿全体でやってるっていうね、オーナーの方のこの熱意がね、本当に素敵ですよね。
でちなみにこれ、横には自家製アイスクリームラウンジにて販売中って書いてますね。これ美味しそうだな。風呂上がりにちょっと一ついただこうかな。そして、こっちの左って、さっきから見えてたと思いますけどね。ここが寝室になってますね。ベッドルームで、2台、ツインベッド広々並んでて、ここには館内着っていう風に言っていましたね。こんな感じで上下タイプになってますね。館内温泉とかこれで過ごしていいんですけど、オーベルジュなんでね、夕食の時間帯は館内着じゃなくて普段着で来てくださいと。朝食はこれで行っていいみたいです。オーベルジュなんで、もしかしたら外来のお客さんもいるのかな、ここの宿泊施設は。レストランに関しては。はい、ということで、次はここ行こうかな。ここの扉を開けると、クローゼットになってますね。下には館内用のスリッパと室内用のスリッパで、館内用もなんかすごい特徴的ですね。自然由来のものを使っていそうなクッション性があってすっごい履き心地が良さそうですね。夏だと涼しそうだし。で、右手には貴重品ボックスとかが置かれてて、上にハンガーあります。で、もう一回こっち側に行って、ここにテレビとデスクがありますね。テーブルの上にはインフォメーションとか、鏡もあるんで、ここでお化粧とか整えることができるようになってて、で、コーヒーメーカーが置かれてて、有機栽培のコーヒーとかね、ベーシックなやつ、カフェインレスのコーヒーも揃ってます。で、お水はペットボトルは使わずに、缶を使っていて、この辺も環境に配慮してますね。さっきね、ラウンジのボトルを使って下から汲んできてもいいってことですよね。で、コーヒーカップ。そして、冷蔵庫がこの中にあります。で、冷蔵庫の中にあるドリンクは、なんとこれインクルーシブです。水と、アサヒキリンのビールと、サイダー、お茶。そして、ウェルカムスイーツも、チーズケーキ、ガトーショコラってありますね。で、冷蔵庫の隣に茶器や栓抜き、下にはお茶がありますね。これは見ての通り白浜町産のお茶が置かれています。そしてこっちが水回りになるのかな。でも一応これ窓もありますね、こっち側にも。でもここはさっき見てた西側の景色が見えてますね、海。で、この扉を開けると、はい、水回りですね。こっちの右手に洗面台が一つあって、この辺上にロールカーテン上げると海の景色を望むことができますね。はい、ロールカーテン上げるといいですね。身支度整いながらこうやって海の景色も望むことができてリゾート感があります。で、下にアメニティですね。この辺はメイク落としや洗顔、化粧水、乳液、ポーラのものが置かれていて、で、ここにはヘアリキッドやローションなどもありますね。で、ハンドソープとドライヤーは風力抜群リーファのものが置かれてます。いいドライヤーが置かれてます。そしてこの辺歯ブラシとかコップラーで、この辺もボディタオルとか、これ何？フェイスマスクシートとかも置かれてますね、これもちょっとタイプの違うフェイスマスクシート。この辺のアメニティもちゃんと過不足なく揃ってますね、いろいろ。そしてこの辺には各種タオルも揃っていて、袋も準備してくれてますね。大浴場に持っていけるような。で、右手にトイレがあって、そしてこの扉の先に、温泉があるのでそんなに使うことはないと思いますけど、一応客室の中にもバスタブがついてますね。アメニティもポーラのものがあって。で、窓もあるんで、これ開ければ海も見えます。はい、では今日はこの客室で1泊です。シンプルでありながらもこれだけ広々とした空間なので、落ち着いてゆっくりとくつろぐことができそうですね。で、ここはオーベルジュなんで、この後のお料理がやっぱり楽しみ。あとは温泉もあるんでね、見に行ってみようと思ってます。で、この宿、料金はこの客室だと2名1室2食付きでだいたい7万円から1人当たり3万5千円ぐらいになりますね。で、チェックアウトが12時っていう風に書いてますね。11時と12時じゃ全然滞在の満足度違ってくるんで、これはいいポイントですね。で、最もリーズナブルなツインの客室だったら2名1室2食付きでだいたい6万円、1人当たり3万円ぐらいで泊まることができます。
でここよりもラグジュアリーなお部屋で10万円を超える額の客室とかもあるんですけど、その客室もねこの後見せていただけるので一緒に見に行ってみましょうか。でその前にせっかくなんで冷蔵庫の中にウェルカムスイーツあったんでいただきます。ガトーショコラとチーズケーキですね、それね。はい、いきます。あそこに生チョコのようにとろけていってうまい。ガトーショコラどうですか、チーズケーキ。めっちゃ濃厚。濃厚。いや、美味しいわ。甘みがあって。甘みがあって。なんか売店にもチーズケーキ売ってたから、結構こだわってるのかもしれないし、なんか自家製のアイスとかもあるし、結構自家製のものが多分、さすがにオーベルジュだからこだわりがあるっぽいですね。もう一個欲しいわ。美味しい美味しい。ビール。ドスコイさんいきなりビールなんで、しょっぱなから飛ばしまくってます。もう今日遊びできたんで。お茶で乾杯したことねえわ。いやー、やっぱスイーツにお茶は合いますね。デスク、スイーツにビールは合いますか？合いますね。合いますか？合うとか合わないとか考えたことないんで。わかんない。ビール何でも合います。ドスコイさん、何でも美味しい人なんで、そうそうそう。素晴らしいです。何でも美味しいって言ってくれる人の方がいいじゃないですか。そうですよね。ラウンジでもゆっくりして、客室でもねちょっと一息ついて、この心落ち着いた状態で自然を大切にっていうことで、このどんぐりを僕も一緒に育てようと思います。こうやって水をあげてリピートする人もね結構たくさんいるっていうことで、リピーターが本当に多いお宿っていう風に言ってたんで、このどんぐりの成長も一緒に、そういう時ねもう一回来たらちょっと姿変わってるみたいなこともあって楽しめるっていうことですよね。他のお宿にない取り組みで面白いですね。見るとどんぐりの芽が出て大きくなるようお水をあげたり、隣のトトロのさつきやメインのように歌を踊ったりしていただけますと幸いですって書いてます。はい、インスタで育っている状況をお伝えしていますって書いてます。皆さんぜひインスタも見てみてください。はい、ということでね、歌を歌いながら、トトロのねストーリー実は僕もドフスコイさんも忘れちゃってどんぐりの歌ってなんかよくわかんないです。何歌いましょうか。ビートルズ。ビートルズ。Hey Jude, don't be afraid. いいんじゃないですか？どういう意味ですか、don't be afraid。なんか気にするなじゃない。恐れるな。恐れずに出てこい。恐れずに出てこい。いいじゃないですか。他なんかあるかな。小泉さんミスチル好きだから、ミスチル歌ってやったらいいんですけど、好きなものをね。ミスチルどんぐりは出てるかな。そうやな。よし、皆さんが知ってそんな歌で。とどまることを知らない時の中でいくつもの目を出してください。いくつもの目をね。とどまらず。もう無理やりですけど。いや、いい。ドスコイさんもなんか歌って、水あげてください。じゃあドスコイバさんの歌でも歌って。どんぐりの歌作ってもいいですか？どんぐりの歌。ドドンドドングリ。ドドドドドングリ。こぼれてます。ドドドドスコイ。ドドドドングリ。ドドドドングリ。ドドドドスコイ。ドドドドングリ。ドドドドスコイっていう歌でもいいんでね、皆さんね、来てあげてください。僕らと同じようにどんぐりの水を。こういうのは楽しまなきゃダメですから。お宿の人も言ってましたから。ちょっとね、堅苦しく考えがちなことも楽しんでやってください。そのなんか感じもいいですよね。植物も育てたところで他の客室見に行って温泉行きましょう。はい、では他の客室を撮らせていただきます。ここがまずはこのお宿で最もラグジュアリーな客室タイプのプレミアムスイートになります。入ってきたら、うわ、めちゃくちゃ広いなこの部屋。まず左手にこんな感じで小上がりの和室スペースがあるんですよね。ここのスペースだけでももう一部屋でいいんじゃないかっていうぐらいの広々とした空間になってますね。で、布団ここに3枚敷くことができるみたいで、ベッドルームと合わせてなんと5人まで宿泊することができます。で、リビングの方まで来てみると、こんな広々ソファーですね。1、2、3。頑張ればこれ5人全員一緒に座ることができるぐらいね、大きなスペースになってます。やっぱね、こうやって足をしっかり伸ばすことができるソファーがあるだけで快適性が全然違いますから。で、
方角的には僕が泊まってる客室と同じ方角になってますね。こっち側が西になるので、太陽がサンセット沈んでいくところも見ることできるんじゃないですかね。いやでもやっぱ僕の部屋より当たり前ですけどね、この視界もさらに広々としていて景色はいいですね。で、すごいのがこれですよ。目の前にあるのがなんと客室に鉄板焼きのスペースがあって、ここで夜ご飯、ディナー、鉄板焼きをお部屋の中でいただけるっていうね、なかなかこれはないですよね。全国探しても客室で鉄板焼きがいただけるっていうのは。で、ちゃんとね、椅子もこうやってたくさん準備されててね、5人で一緒に楽しくお食事できます。で、目の前にこっちの窓からもこんな感じで海の景色が広がっているので、右手には白良浜見えてますし、いや、海の景色もやっぱりね、もう一個上の階なんで、もう申し分ないですね。はっきりと見えてます。で、この辺には、グラスとか冷蔵庫、コーヒー、お花もね、飾られています。ひまわり。そして右手に行くと、ここが水回りのスペースです。で、洗面台がこの客室は2つついていますね。目の前にアメニティが各種置かれてて、ドライヤーパナソニック。これはなんだ？これはスチーマーか何かですかね。で、鏡もこんな感じ、左右についてて、ここにも窓がついてるんですよね。いろんなとこに窓がついてて、常にこう海を感じられるような作りになってるんですかね。で、ここを開けると、ここがこんな感じでトイレがあって、そしてこの客室はなんと半露天風呂が客室の中についてるんですよね。で、入ると、すごい、シャワーも2つこんな感じで準備されてますね。なんか客室に露天風呂あったとしてもシャワーが2つっていうのはあんまり記憶にないですね。これは一緒に家族とかで入っても快適です。で、ドアを開けると、これはいいわ。いやー、素晴らしい。これ目の前吹き抜けになってるんで、半露天っていう風に書いてますけどね、ほんと露天に近い半露天というかね、奥の方からちゃんと外の空気が入ってきてて、で、雨とかが降ってもね、屋根がしっかりあるんで濡れる心配がないっていうのはいいですし、下はこんな感じでちょっとぼかしが入ってるんで、外から見られる心配もなく、綺麗な海の景色をお風呂からも望むことができるようになっているっていうことですね。なんでこれ浴槽もめっちゃ広いんですよね。大人2人が足を伸ばして入ることができるぐらいの横の幅があると思いますし、家族で一緒にみんなで浸かることもできそうですね。想像以上にこれ広い湯船でね、いや、こっちのお部屋予約してもよかったなって思うぐらいの贅沢な客室、露天風呂になってます。で、もちろん源泉かけ流しの温泉になってます。はい、そしてもう一回客室の方に戻ってきて、まだね、これ客室見終わってなくて、実はこっち側にもお部屋があります。すごいな、これ100平米あるってことなんでね、めちゃくちゃ広いです。で、ここが寝室になりますね。目の前にベッドが2台並んでいて、奥がクローゼットになるのかな。そしてこれまた贅沢に見てくださいよ、これマッサージチェアが客室の中に置かれてます。なんでもう客室で温泉に使ってマッサージチェアでもゆっくりできて、もう全てが客室内で片付くっていう贅沢っぷりですよ、このお部屋は。で、右手にデスクですね。そして次に見せていただくのは、ここが和洋室ですね。入って、なんかこの素敵なステンドグラスですか、仕切りがありますけど、玄関とっても広々としてますね。想像以上に広い。こっち側に洗面台がこんな感じでありますね。で、まず畳が目の前に広がってます。和洋室の客室ということで、まずは広々和室がこんな感じで広がっていて、で、右手にテレビもあって、真ん中にテーブル、さらに右手に床の間のスペースがあって、この周りの部分が、洋室の空間というかね、ベッドがツインベッド2台並んでます。高さのある家具とかがないので、ほんと広々感じますね。で、こっちの窓際にはソファーも置かれていて、こっち側には椅子も置かれていると。で、真ん中にね、どんぐりもここにあります。で、この客室からも目の前は海の景色がずらーっと
広がっていますね。眺望もいい感じ。そしてもう一回こっち側戻ってきて、水回りの細かいところを見ておくと、この先が、はい、ここにトイレがあって、で、もう一回玄関の方、ここの正面の扉に、はい、ここがクローゼットですね。で、右の扉を開けると、ここがベッドルームへとつながるようになって回遊性がある感じなんですね。でこの客室はお風呂がついてないんですよね。バスタブつけても結局温泉に入りに行く人がほとんどだと思うので、特にバスタブはなくても問題はないかなというふうに思いますね。で和洋室の中にはバスタブもついてるお部屋もあるんですけど、こっちの方がバスタブがない分広く感じるお部屋になってるみたいです。いや、ここも快適そうですね、十分。はい、大浴場がある2階にやってきました。エレベーター出た瞬間に目の前に男湯があります。で、右手女湯貸し切り風呂って書いてますけど、こっちに進んでいくといいですね。マッサージチェアがこれ無料で使い放題っていうことでね、温泉に入った後ゆっくりとここでくつろぐことができますね。と少しはね、ゆっくりくつろいでるかと思ったら動画編集してますんで、はい、忙しいみたいです。お風呂入ってるつもりないわ。はい、お風呂ゆっくり入ってくださいね。はい、で、こっち側行ったらまん丸とした湯上がりどころというかね、くつろげるスペースもあって、こっちが女湯になってますね。で、貸し切り風呂をちょっと見に行ってみましょうかね。家族風呂書いてます。で、入ると扇風機がありますね。これね、ゆっくり座って涼むことができるっていう感じかな。で、トイレも貸し切り湯の中にあって、ここが脱衣スペースになってます。脱衣スペースも広々空間ですね。アメニティも各種取り揃えられていますし、ミニタオルが置かれてます。で、こっち側はドライヤー、各種アメニティも過不足なく揃ってって浴室です。入るとまずは内湯ですね。貸し切り湯もこれシャワーが2つあって快適に体洗えますね。で、内湯が大人1人とお子さん一緒に入れるぐらいの大きさかな。頑張れば3人ぐらいで入れるかな。ちょっと小ぶりの浴槽が内湯としてあって、なんと露天もあるんですよね。貸し切り湯すごい。外出るとこっちにもシャワーが2つあるんですね。いやー、この辺はなんか細かい配慮というかね、すごい利用勝手がいいですね。外と中、気候に応じてどっちでもゆっくり体を洗うことができると。そしてこんな感じで露天風呂の方が内湯より広々とした浴槽になってますね。で、岩風呂でね、雰囲気もいい感じで出てるんじゃないでしょうか。でもこう硫黄の香りがちょっと漂ってきますね。この源泉かけ流しの温泉はちょっとこれ入るの楽しみですね。有料で1時間1500円っていうね、比較的良心的な価格で入ることができるんで、全然1500円だったら1回2回ぐらい入ることができるぐらいのね、価格設定だと思うんで、これはいいですね。はい、そして次は大浴場を見に行ってみましょうかね。こっちから男湯入ってみます。まず入って、ここで靴を脱いで、目の前にウォーターサーバーもありますね。ここで水分補給をして、脱衣スペースは鍵付きでロッカーがありますね。で、左手に洗面台が2つ。10組限定のお宿なんでね、これぐらいのコンパクトな大浴場でもそんなに混み合うことはないでしょう。で、ハンドタオルも準備されていて、右手にトイレで浴室です。入ってくると、まずは内湯ですね。さすがにね、さっきの貸し切り湯よりも広々とした内湯がこんな感じで広がってます。岩風呂で、ここもいい感じの雰囲気じゃないですか。落ち着いた空間だ。そして体を洗うスペースも後ろとこっちと合計4つついていて、露天風呂も出てみましょうか。はい、露天風呂、こっちは正方形の石風呂ですごいモダンな作りになってますね。ここも広々空間でゆっくり快適に温泉タイムを楽しむことができそうですね。
オーシャンビューが見えるとかそういうわけではないんですけど、周りから想像しい音とかは全く聞こえてこず、本当に静かな空間で緑に囲まれて、ゆったりとくつろげそうですね。はい、じゃあ到着して早速温泉タイムいきます。入りまーす。いやー気持ちいいわー。これは目の前は水面に反射する青空と緑が見えていてめちゃくちゃ綺麗ですね。で、さっき硫黄の匂いがちょっとするって言いましたけど、泉質は弱アルカリ性のナトリウム塩化物泉っていう風に書いてましたね。でもなんかほんとほんのり温泉っぽい匂いが香るっちゃ香る気がするんですけどね。やっぱ海に近い温泉なんで若干塩味がある感じですね。弱アルカリ性ということでお肌に優しく長湯を楽しめる泉質になってます。でもこの生い茂る緑も結構綺麗ですね。これ見る感じだともみじかな。秋になるとオレンジ色になるんじゃないのかこれは。で、風呂上がりはラウンジで客室に書いてあったアイスを注文してみました。自家製のバニラに、これが和歌山県産のオレンジを使ったオレンジアイス。はい、じゃあ風呂上がりにビールいっちゃいます。いやー、やっぱ風呂上がりのビール最高やな。最高。最高。うまい。そしてこれが和歌山県産のみかんを使ったアイス。シャーベットのようにシャリッとなってます。いやー、シャリシャリですね。すっきりとしたこのアイスの中にシャーベットのような本当に食感で、もうオレンジの風味もちゃんと広がっていく。うまい。風呂上がりの暑い時に最高ですね、これは。バニラもちょっともらいました。バニラうまいっすね、これ。なんかすごい、これもすっきりとした味わいだけど、濃厚なバニラの風味もなんかちゃんと出てますね。うまいっすね。ね、シャリシャリしてる。そう、シャリシャリですっきりだけど、ちゃんとバニラの風味もある。美味しい美味しい。うまい。風呂上がりに冷たい美味しいアイスとビールがあると満足度が爆上がりしますね、これね。上がりますね。最高ですね。いやー、この後の美味しいお料理も楽しみだ。今客室に帰ってきてベランダから外見てみたら、JAL の飛行機が南紀白浜空港に着陸しようとしますね。めっちゃ近い、意外と。はい。で、今日はこの後夜の6時から夕食なんですけど、まだ真夏なんで太陽は全然沈んでないですね。7時半とかかな。で、これ見る感じだと雲がちょっとずつ奥の方なくなってきてるんで、もしかしたらサンセット見ることができるかもしれないですね。では、お楽しみのオーベルジュ夕食いきます。はい。で、席に座ったら目の前にこれを開くとこんな感じでメニュー表ですね。フレンチのお料理をいただけるということで、久しぶりのフレンチでめちゃくちゃ楽しみですね。で、ドリンクはこれ卓上にあったやつで、おすすめなのがこの左手のお料理に合わせてペアリングですね。プロの方が選んだんで間違いないと思います。ワイン3種セットっていうのも右手にあって、で、アルコール苦手な方でも結構ドリンク揃ってますね。このレモネードは自家製のレモネードを作ってるみたいです。で、このお宿はワインにも強いこだわりを持っていますね。で、このマークのつく銘柄はサウステラスが選ぶ自然派のワインっていう風に書いてますね。2つのセレクト基準でブドウ畑がオーガニックであることと、ブドウの自然な表情が綺麗に出てることと、ナチュラルな美味しさが見えるワインを厳選して選んでるっていう風に書かれてます。で、ワイン以外のドリンクも充実してて、これがまずクラフトジンですね。
で次のページにノンアルコールのスパークリング、そしてノンアルビール、右手には南紀白浜の地ビール。で次のページに日本酒と焼酎ですね。日本酒は和歌山県のものですね。地元のものがあって、で次に梅酒ですね。梅酒もなんと自家製の梅酒が作られてるみたいです。さっきのアイスもそうですけど、この自家製にこだわってる感じがいいですね。で次のページにさっき見たレモネードや季節限定のこのオリジナルカクテルとかも面白そうです。で次にソフトドリンクもめっちゃたくさんあるな。和歌山ジンジャーエールとか、地元のオレンジジュース、桃ジュース、柚子ジュース。和歌山はもう柑橘天国なんでね、この辺も全部飲みたい。で右手にはソフトドリンク、ぶどうジュース。で次にウイスキーも左手、右手には食後酒っていうのもあるんですね。食前酒はよく見ますけど、食後酒ってあんま見たことないです。ではこちらアミューズ前菜でございます。本日3層仕立てにさせていただいております。下層がホタテ貝柱のジュレ、中央がこちらはホタテ貝柱の炭火焼きでございます。上層ポワロネギと申します。西洋ネギを使用したグラマンジェと申します。お菓子のようなデザート仕立てにさせていただいております。キャビアを添えております。ごゆっくりお楽しみくださいませ。ペアリングでございますが、1品目ブーブレムスーでございます。当館がセレクトしました自然派ワインでございます。はい、一品目やってきましたけどね、席からもこんな感じで海の景色が目の前見えてます。ギリギリ光が見えてるんでね、サンセットのこのオレンジな感じがもしかしたらお食事会場からも見えるかもしれません。失礼いたします。はい、ということでドスコイさんは実は人生で初めてのオーベルジュっていう呼ばれるお宿に泊まるみたいです。期待ですね。すごいすっきりとした味わいで、ほんのりとブドウの風味が広がりますね。どんな味ですか？白ワインアルコールの味わいが広がりますね。間違いないですね。はい、ではまずは前菜です。うわ、食感がすごいな。これ下のゼリーがちょっと弾力があるけど、上はなんかスープみたいにトロトロだ。めちゃくちゃうまいですね。これはこのブランマンジェですね。今回はこれは西洋のなんとかネギっていうやつを使ってるみたいで、ネギの風味とちょっとこう香ばしい香りが漂ってくる感じがね、また新しい味わいですね。そこに上品なキャビアの風味、そしてホタテの海の旨味も一緒に味わうことができるっていう贅沢な前菜ですね。いや、これは絶対白ワインと合うわ。白ワインがすごいすっきりとした味わいだから前菜の味の邪魔しないですね。ちょっと今日お酒止まらないかもしれないです。これ開けさせていただいて、はい、お願いします。ありがとうございます。春魚と地元野菜のジャルダン風と申します。ジャルダンが、フランス語で庭園という意味がございまして、中央に噴水がございます。フランスの庭園を模したお料理でございます。春魚は本日イサギを使用しております。お野菜ですが全て地元のものを使用しておりまして、ハスイモですね、芋の茎の部分を食用としているものですね。こちらの品種とルッコラやクロイストン、オカヒジキ、ほうれん草などを使用しております。みかんはこちら和歌山県産のバレンシアオレンジでございます。ドライアイス少し香ってくると思うんですが、こちらはスイートオレンジのアロマですね、エッセンシャルオイルを使用しております。こちらはちょっとメッセンシャルオイルが入っておりますので召し上がれますのでお引きさせていただきまして、代わりに地元産の清見というみかんを使用しましたビネグレットソースでお楽しみいただきます。お好みの量を回しかけて、わかりました。いや、もう演出からこうやってやっぱオーベルジュは楽しませてくれるんですよね。お料理の演出だけじゃなくてね、太陽も僕をこうやって照らしてくれてるんで、ね、まるでステージの上に立ってるかのようにすごいですね、この映像は。まずはお野菜から。
菜がもうシャキシャキでみずみずしくてめっちゃうまいですねこれ。でこのソースもほんのりとみかんの柑橘が香る程度でね、なんかもう野菜がしっかり甘いんでソースに邪魔してほしくないっていう風に思うんでね、本当にこう強調しすぎないほんのりと上品な柑橘の香りが香ってくるんで絶妙ですね。はい、ではイサギいきます。めっちゃうまいなこれこれめっちゃうまいな。いや、まあイサギはね高級魚になるってことでさすがというか、上質な脂身が乗ってる感じがめちゃくちゃいいですね。脂っこすぎないんですよね。本当にすっきりとした味わいでありながらのお魚の脂身もちゃんと感じられる上品なお魚っていう感じですね。ちょっと表面の皮の部分が炙られてるんで香ばしい感じもねしっかりと味わえてめっちゃうまい。これ前菜の段階でこんな美味しい魚食べていいんかって、これがメインって言われても別に満足できますね。いやーこれうまいですね。まあ日本はねいろんなところで美味しい魚取れるんで、普通のこうお作りと醤油っていうのは、美味しいですよ。美味しいですけど、やっぱこう特別な体験って言ったらもうひとひねり欲しいって思うことも多々あるわけですよ。それを実現してくれてますねこれは。いやこれはちょっとこの洋風なお魚に白ワインがまた合うわ。いやーうますぎる、最高。白身魚に白ワイン、魚めっちゃうまくないですか？めっちゃうまいですね。さすがオーベルジュ、これがオーベルジュかーって感じっていうふうに思ってるみたいです初めてのオーベルジュ、まだこれからが本番です車エビのソテーでございますね。ソースですがこちら2種類ご用意しております。液体の赤いソースがアメリケーヌと申します甲殻類の殻からお取りしたエキスのソース、泡状のソースエキウムと申しまして、こちらは昆布茶を使用した海藻のエキウムでございます。付け合わせですがマイクロスポンジ、抹茶のマイクロスポンジですね、こちらとナスのロシェ、こちらは岩石を模したものでございます。グラタンのようなお料理でございまして、こちらは私が育てたものです。いいですね。そうですね。あとはハーブですね、は葉っぱがナスタチウムと申しまして、こちらも私が育てたものです。すごいありがとうございます。当館から出た山菜、食べ残しでありますが野菜の切れ端を堆肥に変換しまして、その堆肥を使って今生姜を育ててるんですが、その生姜と相性がいいのがナスなのでナスを育ててるっていう。なるほど。従業員の方も一丸となってそういうことをしてるってことですね。そうですね。ペアリング2品目でございますが、シャトー・オー・マジネと申します。日本酒のようにすっきりとした飲みやすい白ワインでございます。いやーそろそろこれはサンセットの時間になってきて、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。この窓から見る景色がちょっと雲がねかかってますけどね。はい、トスコイさんはね今エビを食べたばっかりなんでね、めちゃくちゃ美味しい。うまい。オーベルジュやばい。普通のエビと違いますか？違います。なんかもう、なんか違うすべてが。全てが。はい。オーベルジュ舐めてた。やばい。美味しい。では僕もいただこうと思います、このエビを。ではエビいきます。いやソースが2つあるんでね、この赤いやつからいきましょうか。甲殻類の出汁を使ったって言ってたかな。いやーなんかもうこのエビがもうぎっしり詰まってて、噛みしめるごとにエビの風味がね上品に広がっていく感じで、やっぱ香ばしさがいいですね。このソースはちょっとこうデミグラスっぽい洋風な感じになってますね。本当にもうステーキを食べたかのような満足感ですよこれは。これはまたエビに白ワインが進みますよ。確かにほんのりなんか日本酒っぽいすっきりとした香りが漂ってくる白ワインですね。これは和の要素も入ってるんでね、これも和洋融合ということで間違いなくお料理に合ったワインが登場します。で次がこのナスですね。ナスもめっちゃうまくないこれ。めっちゃうまいそれ。甘いっすよね。甘い。めちゃくちゃ甘い。ナス。信じられない。いやこれナスだけでももう十分美味しく感じるんですけど、中に多分ちょっとほんのりとオリーブが入ってるんでね、オリーブオイルのこう余分な風味も付け加えられていて、
すごいな。焼き具合もベストなんだろうな。こちらがテーマが涼風と申しまして、ほてった体に涼しい風が吹くようなお料理をイメージしてお作りさせていただいております。ハモの小風呂は仕立て、小は熱い、フロアが涼しいという意味でございます。一度湯引きして熱くなったハモを冷ましたお料理ですね。ソースがこちら、黒いソースがですね、バンブランと申しまして、白ワインと生クリーム、こちらに紀州備長炭を加えた黒色のソースです。ハモの上にございます白いものが、白いソースがレホールと申します。こちらは先ほどのバンブランにレホールと申します、西洋のわさびですね。こちらを加えたソース。それからオレンジのようなソースですね。点々としたソースですが、こちらは南高梅のピュレを使用しております。こちらの上にバジルオイルを少しかけております。3種類のソースでお楽しみくださいませ。ペアリングですね。ロリマー、セミオン、シャルドネと申します。オーストラリアのワインでございます。いやー、もうこれも器から全てが芸術作品ですね。美術館にありそうな。いただきます。なんか最初見た時はこれお野菜のような形ね、カリフラワーみたいな感じかと思った。ハモですね。すごい柔らかい。これもめちゃくちゃうまいっすね。めちゃくちゃうまいっすよね。なんて表現したらいい初めて食べる料理すぎて。ハモは比較的さっぱりとした味わいだとは思うんですけどね、この白身魚の淡白な味わいがありつつも、この上に乗っているこの西洋のわさびと言われるものの味わいがもうほんのりとこう上品な辛みを演出してくれるのはもちろん、この備長炭もね、和歌山が発祥のね、もので地元のものを使って、これで炭火の香りというかね、香ばしさもあって、そして梅の酸味もピリッとほんのりと絶妙な感じで交わってきて、だからもう酸味と旨味と辛みと甘みもね、梅のほんのりともういろんな味わいが一気に味わえて、それぞれがハーモニーをこう奏でてる感じ。もちろんお魚がね主役なんですけど、ハモ、これはうまい本当にこれもね、まさにこうフレンチと和の旨味もちゃんと出てる。もうこの世界最高の和食とフレンチがフュージョンしたら美味しいに決まってるんですよ。そしてまた白ワイン。うまい。さっきよりもこれはブドウの香りがしっかりと出てますね。いやー、本当にこれはもう優勝ですね。こんな美味しいお魚料理に白ワイン、うますぎる。いやー、これね、もうどうすごいですね。感動しまくってます。一気に食べちゃったみたいな。はい。今まで食べた料理の中で一番美味しいです。人生一ナンバーワン。本当に美味しい。ドスコイ好みのタルタルソース的な感じもあるし、その白いソース。だから好みな味でもあるし、最高です。本当今日来てよかった。来てよかった。美味しい、本当。やばい。こちらがですね、ゴールドラッシュと申します。トウモロコシですね。糖度が18度ぐらいになるみたいで、18度はだいたい桃ぐらいの、桃が確か20度ぐらいだと思うので、それぐらい結構甘くなるトウモロコシ、地元産のトウモロコシを使用した感じです。オリーブオイルと一緒にお楽しみください。こちらですね、お配りさせていただきましたパンが、右手がフランスパンのバケット、左手は群馬県桐生市の桐生工房という天然工房から作られました全粒粉のパンでございます。バターとそれから白い小皿に取り分けまして、オリーブとお塩でお楽しみください。スペアリングですね、4品目はシャブリビョウシモンと申します。キレのある辛口が特徴ですね。桃と柑橘ですねの中にブリオッシュと申しますパンのような少し香ばしい方向が残る辛口の白ワインです。もう器もすごいですね。もうなんかアラジンの世界で出てきそうな出し方、ラグジュアリーな。うわ、うまっこんなにトウモロコシって甘くなるのかっていうぐらい甘いですね、これ。桃と同じレベルの甘さを誇るみたいなことを言ってますけど、全然それは誇張表現じゃなく、なんかもう加糖したスイートポテト食べてるレベルに自然の甘みがちゃんと出てる。めちゃ
ゃんとこうやって冷やされてるからね、この夏に飲むスープとして最高ですね。季節によってこれは変わると思うんですけど、パンもバターと大好きなオリーブオイルをかけていきます。これうまい。オリーブオイルうまくないこれ。これうまいですね。結構皆お客様からオリーブオイルに関しては好評いただいてですよね。これうまいですよね。青み臭さがあまりないというかね、すごいすっきりとした味わいになってますね、このオリーブオイルは。すごいさ、大量にバターとオリーブオイルを塗りたくってますね。すごいね。大好きですよね。オリーブオイル好きなんでね。やば。最高だな。これリピだわ、これは。オーベルチリピです。美味しいって言ったらスタッフさんがお気遣いいただいて、この瓶を見せていただきました。プリーモっていう風に書いてますね。イタリアのエクストラバージンオリーブオイルですね。なんか2022年にこんな賞をいただいているオリーブオイルみたいです。そして白ワインもまたペアリングで。いやー、このワインはなんかこうすっきりとしたものが多かった中でも、ちょっとこうねっとりとしたバナナとかそういうちょっと濃い味わい、甘みがしっかり感じられるワインですね。いやー、うまいなこれも。続きましてテーマが夏仕様と申します。夏の海をイメージしたお料理、エゾアワビと紀州梅豚と申します。餌の中に梅酢のエキスを与えられて育ちました豚ですね。自家製パンチェッタでございます。ソースですがナージュソースと申しまして、海に見立てた青さとクラムジュースと申します貝のお出汁のソースでお楽しみくださいませ。レース状のものでございますが、こちらはエゾアワビの肝ですね。こちらを使用しましたチュイルと申します。日本でいうおせんべいのようなものですね。パリパリのうちによかったらお楽しみくださいませ。ベリーラと申します。しその新芽とそれから赤しそを添えております。ごゆっくりお楽しみくださいませ。いや、これもね、見ただけじゃ味が想像できないね。ちょっとワクワクしてきますね。アワビと豚肉が入ってるんですね。トマトも周りにある。いや、これも初めての味だわ。この下の海鮮の出汁が効いた感じで、アワビと出汁で和風な風味かと思いきや、このちょっとお芋っぽいような風味もしますよね。お芋っぽい風味とトマトがね、やっぱあって、そこでちょっと洋風な風味も感じられつつ、このサクッとした食感のチュイルでしたっけ、これからもちょっと海の風味というかね、食感と一緒に広がっていって、でもアワビがちゃんと主役として引き立ってるんですよね、そんな中でも。やっぱりこれも和洋融合でうまいですね。ソルベと申しますお口直しのシャーベットでございます。本日は桃のソルベでお楽しみくださいませ。ではメインディッシュの前のお口直しですね。すっきりとさっぱりとした味わいだけど、桃の甘みがちゃんと出てるな、これ。シャーベットの中でも。和歌山桃も有名なんですか？荒川の桃っていうのが有名ですね。荒川の桃、そういう地元のやつがあるみたいですね。こちらがミディアムでございます。では熊の牛フィレ肉のステーキでございます。ソースですがロベールと申しまして、白ワインと粒マスタードのさっぱりとしたソースでお楽しみくださいませ。テーマが夜風と申します。このようにさっぱりとした夏の夜風をイメージしたお料理です。お野菜はオクラと赤パプリカ、それからかぼちゃ、あとは当館でお作りしましたローズマリーでございます。ごゆっくりお楽しみくださいませ。ペアリング5品目でございますが、シャトールストナクと申します。12ヶ月樽で熟成された赤ワインでございます。ステンレス樽よりも結構樽の香りが強いものでございまして、最近の結構さっぱりとした華やかな赤ワインとはまた違うオーソドックスな昔からある赤ワインです。ろ過などをしてないので結構ワイルドな味わいが。そうなんですね。さあやってきました。メインディッシュ、熊の牛ですね。うわ、柔らか。では、いただきます。いやー、うまいわ。これもうまいわ。表面がちょっとこう香ばしく、ちゃんと焼かれてるけど、中はこうレアなところがしっかり残ってるんで、赤身の旨味がちゃんと広がって、
結構これ赤身の割合が多いんですけど、めちゃくちゃ柔らかいんですよね。やっぱ最後の方になってくるんでね、お腹いっぱいになってきて、脂っこいのがあまり受け付けなくなるんですけどね、これ本当にさっぱりしてる。さっぱりしてるけど柔らかくて赤身のジューシーな旨味が感じられて、絶妙ですね。個人的にはめちゃくちゃ好きなこれは赤身のお肉ですね。で、上品な白ワインとマスタードの風味がほんのりと香っていきます。このソースも強調しすぎないで赤身の旨味をちゃんと引き出してる。絶品。さあ、そして赤身肉に赤ワインです。これはしっかりパンチの効いたフルボディですかね。深みのある赤ワインの味わいでステーキとめちゃくちゃ合いますね。いやー、これはうまいわ。キリッとした辛みも口の中にしっかりと広がっていく感じがありますね。いやー、赤ワインに赤身肉、本当に最高すぎる。いや、今これパプリカとかも食べたんですけどね、お野菜もめっちゃうまいわ、これ。焼き野菜。身も大きいし、鮮度もめっちゃ高い野菜。こちらがフロマージュチーズですございます。左手、こちらがスモークチーズでございまして、上手にございますパンですね。こちらがナッツやドライフルーツの入ったセーグルパンと申しますパンですね。右手のキノコのようなものですね。こちらがテッド・ド・モワンヌと申します。スイスのチーズ。ホールチーズのような形をしてるんですが、それを薄く削ぎましてこのような形に仕上げております。あ、すごい。手前のレーズンのように見えるものですね。こちらがデーツと申します。デーツか。中東のやつですね。中東のこちらはよかったらチーズなど蜂蜜を蜂蜜と一緒にお楽しみください。ドライフラワーもお召し上がりいただきます。ごゆっくりお召し上がりくださいませ。いやー、すごいな、このチーズの形。最初はなんかキノコか何かかなっていうふうにね、見た目これ思ったんですけど、こんなアーティスティックな形に切ってくれてます。なんかうまいですね。これなんかすごいですね。食感がなんかふわふわふわーって、ふわーってこうチーズの風味が広がっていく感じがね。ほんと風味の広がっていき方がすごい、ああいう切り方してるからかもしれないけど、なんか一気にジュッてくるんじゃなくて、わーってね。これはすごい。いや、これマジやばいわ。チーズにも赤ワインですね。いやー、最高にうまい。チーズにこの赤ワイン、やばいっすね。優勝。さあ、そしてこれ、デーツですよ。以前、ドバイのアルマハ砂漠のホテルに泊まった時に出てきたね、中東で代表的なスイーツ、フルーツですね。これを蜂蜜につけて、うまっ。いやー、これもうまいわ。デーツは甘みはちょっと控えめなフルーツだと思うんで、この蜂蜜で自然由来の甘みをちゃんと演出してくれる感じがいいですね。いや、やっぱさすが日本だわ。ドバイで食べたデーツよりうまいわ。この味付けで。これもワインが進む。いやー、うまい。デーツ蜂蜜にも赤ワインが合うわ。これも初めての味わい。人生で。レモネードですね。当館のスタッフが自家製で作りましたレモネードです。当館のオリジナルカクテルでございます。シララビーチと申します。ブルーキュラソーとグレープフルーツのジュースと、それからソーダを合わせたものです。よかったらレモン果汁を添えておりますので、お好みで入れてお召し上がりくださいませ。でね、せっかくなんでこの自家製のドリンクも、僕はこのノンアルのレモネードを頼んで、そっちもノンアルですね。白浜のピーチをイメージしたカクテル。カクテルじゃない、モクテルだ。ノンアル。これすごいな。リア充カクテルですね。どうしました？やばい。あー、うまいな。これもステーキ食べた後もね、すっきりとできて最高ですね。レモネード。レモンの果肉がこんな感じで充満してますからね。旨味がちゃんと出てますよ。この後デザートにお飲み物がついてまいります。エスプレッソ、コーヒー、紅茶、ハーブティーからお選びいただけまして、コーヒーと、紅茶はアイスかホットでお選びいただけるんですが、いかがなさいますか？どうしよう。あ、じゃあエスプレッソのホットで。エスプレッソのホットで。エスプレッソは多分ホットしかないです。あ、そうなんです。そうなんです。そういうもんです。はい、何にも知らない。本日もデザートでございますね。マンゴーアイスでございます。
ちらは、ココナッツミルクのスープと、それからベリーのソースでお楽しみくださいませ。マンゴーアイス、これも今真夏なんでね、季節に合ったものが出てきましたね。ベリーのソースと合わせて、マンゴーのこの濃厚な風味がね、アイスに凝縮されてますね。想像以上に濃厚。マンゴーを食べてるみたいな。そこにココナッツの甘みとベリーの酸味、甘みと酸味のバランスがすごくいいですね。こちらがコーヒーとプティフールと申します。お茶菓子でございます。フィナンシェとサブレでお楽しみくださいませ。そしてコーヒーですね。コーヒーもしっかりこれ深みのある味わいでうまいですね。いやー、やっぱオーベルジュは出てくる料理全てがもう人生で初めて食べるものばっかりだったんで、本当に楽しいし、味ももちろんめちゃくちゃ美味しくて感動の連続でしたね。なんでオーベルジュっていう言葉をね、僕もちょっと前まで知らなかったんですけど、知らない方も結構多いと思うんで、これはおすすめですよ。ちょっと一味違う、いつもは食べたことがないお料理、美味しい料理食べたいなって思う人は、いや絶対オーベルジュ行った方がいいですね。本当にボトムの客室だったらそんなに高すぎないですし、この価格でこのクオリティのお料理を食べられて、そしてもう食べた後はすぐにね、温泉に使ってゆっくりできるっていうのは、やっぱ極上の体験ですね。トシコさん、どうでした？初オーベルジュ人生。舐めてました。オーベルジュ舐めてました。こんなに美味しいとは思わなかった。今日で人生変わりました。本当に。こんなものが世の中にあったんだっていう。ちょっと信じられない味がして、感動しかない。みたいですね。やっぱ初体験の人の感想はね、参考になると思うんで、はい、ぜひ和歌山でオーベルジュ堪能を皆さんもしてください。そうですね。はい、夕食後お部屋でちょっとゆっくりして、夜は貸切流を借りたので、ここでまた温泉タイムゆっくり楽しみます。いやー、夜の温泉最高に気持ちいいです。美味しいご飯食べてゆっくりお部屋でドスコイさんと楽しくお話もして、最後一日の終わり、疲れを癒す温泉に浸かれるっていうね、なんとも贅沢な一日を過ごしております。やっぱりね、人間の欲望の一つである食欲をあれだけ満足満たすことができるとね、もう幸せな気分になれますよ。美味しいもの食べて、より一層いつも以上に温泉に入った時に幸せを感じられますね。これも完全プライベート空間で、誰からも邪魔されず好きなだけ温泉堪能できますね。で、貸切流でね、1時間貸してくれるっていうのはあるようでないんですよね。40分から50分ぐらいの間のケースが多い気がします。いろんなお宿の貸切風呂は。時間を気にせずゆっくりできるのも最高ですね。こんなの生み出す人間すごいな。アトラクションだ。これが無料で使い放題。最高ですね。はい、おはようございます。翌朝になりました。朝の今、8時ぐらいなんですけど、まだ朝の時間帯は、この白良浜海水浴場は人気がなく、静かな空気感ですね。いやー、ベランダに出ると気持ちのいい風が吹いてきて、素晴らしい目覚めですね。で、こっちの左手の方を向いてみると、昨日よりもいい感じで青空が広がっているんじゃないですか。今日から真夏らしいいい天気が広がっていきそうな白浜です。それでは、ここでまたお楽しみの朝食に向かいます。では、お先こちら8寸お料理です。左手緑色の小鉢白あえでございまして、種なしの赤ぶどうであえてます。皮ごとお召し上がりいただけます。横手の炊き合わせですが、地元で作られております南高梅と申します。大きな梅ございます。そちらと一緒にほうれん草と絹玉巻きと申しまして、かつらむきしました大根、中の方にですが平天を入れて縛って炊いたものとご一緒にご用意しています。ちょっと隠れておりますが、ほうれん草の横手は地元のマグロを使いました有馬煮でございます。
手前のしらす、釜揚げしらすでして、こちらも田辺湾で採れたものです。その横手スカシバで涼しさをアピールしておりますが、その下の方には地元で焼いてます南波焼きと申しますかまぼこと金山寺味噌、自家製の昆布の佃煮ご用意してます。もう少しもあります。お味噌汁には中の方自家製の鯛を使ったお団子が入ってます。お作り2種盛りで勝浦産のマグロと朝入りましたマダイの方をおろしたてでございます。こちらの赤い水酢でございます。箸休めと申しまして、本日は赤じそとお酢を使いましたジュースでご用意してます。中にも赤じそご用意してあります。ではこちらの白いお鉢の方ですが、自家製の温泉卵、美味しいお出汁とともにトマトと和えております。お手元のスプーンお使いください。こちらのレモン釜ですが酢の物でございます。地元で揚がりましたイサキを使った南蛮漬けと糸売りと申しまして、そうめん売りとも呼ばれておりますウリと一緒にきゅうりと和えております。赤い軸のお野菜は防風と申しまして、少し苦味というか抗酸化作用や抗菌作用が強い植物でございます。焼き魚ですが、紅鮭と地元で作られていますカマスの開きご用意しています。カマスちょっと塩味ありますので、手元にございますおろし大根、しそ入りのものとご一緒にお楽しみください。ではこちらご飯です。昨夜お召し上がりいただきましたゴールドラッシュと申します粒のトウモロコシ、甘いトウモロコシのスープあったかと思います。そちらの粒とご一緒に作りましたお出汁とともに作りました炊き込みご飯です。おかわりご用意できますのでおっしゃってください。すべておりますとデザートもご用意ございますので、また声かけさせていただきます。いや朝食も美味しそうですね。まずはお目覚めのドリンクをいただきます。赤じそのジュース。これはうまい。なんか嫌な酸っぱさ、しそっぽい酸っぱさが全くないですね。本当に爽やかで程よいしその風味が広がっていきますね。まずはご飯が美味しそうなんで、昨日の夜ご飯でも出てきたゴールドラッシュと一緒に炊いたご飯。このご飯も美味しいっすね。これもトウモロコシの甘みが強調しすぎず、ほんのりとお米の甘み絶妙にマッチしてますね。これ普段朝ごはんでご飯とかおかわりしないけど、今日はこれおかわりしたいぐらいね。めっちゃうまい。味噌汁は白味噌で落ち着く味がいい。ご飯のお供もいっぱいあって、これも和歌山で採れたしらす。和歌山しらすも結構取れるんですかね。有名。有名なんですね。駅前でもしらす丼ありましたもんね。これはうまい。ご飯がまた進む。めっちゃうまいな。梅ももうなんかプリップリですよ。こんな感じで。甘っ。めっちゃ甘いな。さすが和歌山の梅。そしてこれ美味しそうだな。温泉卵。トマトが中に入ってる。ちょっと洋風な感じか。うまくてこれも一気にいっちゃった。温泉卵とかだしの和風の風味の中にトマトも入ってて、ほんのり洋を感じる。でも間違いない組み合わせですよね。卵とトマトってオムレツでも使われるぐらいなんで。オムレツだとちょっと重たいけど、これだったらスルッといけちゃいますね。多分ご年配の方とかでも。でこの面白い盛り付けですね。さすがオーベルジュっていう感じで。また高級魚のイサキが朝でも出てきました。レモンの風味とお酢も効いてるんですけど、これもね全然嫌な酸っぱさがない。本当に程よい酸味が広がっていく感じで、さっぱりとこの美味しいイサキをいただくことができますね。でこれがサーモンかな。うまっ。めちゃくちゃ身が分厚くてプリップリだわ、このサーモン。うめえ。これはカマスって言ってたかな。ちょっと大根おろしを。うまっ。これうまいな。朝にぴったりのさっぱりと淡白なお魚になってますね。アジとかに近いのかな、味は。さあ、そしてやってきました。那智勝浦のマグロです。朝食べれるっていう贅沢っぷり。いや、めちゃくちゃ甘いわ。間違いがないな。和歌山那智勝浦のマグロは。ビュッフェとか、ちょっと鮮度が落ちたところで食べるマグロはね、生臭さがあるんですけども、そんなものは全くない。あるわけがない。和歌山は本当にお魚のクオリティ高いんですよね。
僕九州出身なんで、九州もお魚美味しいって言われるんですけどね、むしろこっちの方が美味しい魚もたくさんあるってぐらい和歌山すごいですね、海産物は。で、今朝取れたばかりのこれマダイって言ってましたね。表面がもうツルツルですよ。いやー、これもうまい。歯ごたえがあって噛むごとに甘みがちょっと広がりますね、このマダイ。やっぱね、なんだかんだ王道も間違いないうまさ。これはなかなか朝でこうやってお作りをねちゃんといただけることってないと思うんで、やっぱこれは贅沢な朝食ですね。さすがオーベルジュ。なんかお宿によっては夕食は気合入ってるけど朝食はいまいちだなみたいなことは結構あるあるなんですけどね、オーベルジュは朝食まで手抜きが一切ない。うますぎる。ではこちら水信玄餅でございます。水餅の一種でございまして、白浜町富田地区で湧いております天然水富田の水で作っております。上の方には少し涼しさをアピールするのに金魚の方ゼリーでかたどらせて泳がせております。ご一緒に黒蜜ときな粉で和えております。ごゆっくりどうぞ。いや最後のデザートまでこれ目で楽しませてくれるアーティスティックな盛り付けがいいですね。遊び心もあって、やっぱり日本人だからこういう和のデザートが最終的には落ち着きますね。紅茶と一緒に。